皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国共産党員が西側諸国の高官に職員として堂々と潜り込んでいるということが、オーストラリアの報道機関で報じられているので取り上げていきます。こうした中国共産党が世界各国でスパイ活動を行っているということ、それ自体は広く知られています。しかし、今回珍しいのは、中国共産党員195万人分の名簿というものが海外へと流出し、その職員名簿と付き合わせることができた。しかもそれが一般の報道機関で流されているというのが珍しい点だと言えるでしょう。一体どのようなことが起こったのか、まずはニュースからご覧ください。上海の外国高官、多数の中国共産党員が勤務。豪紙、オーストラリアンは14日、上海にあるアメリカやイギリス、オーストラリアの領事館に中国共産党員が勤務していたと報じた。独自に入手した195万人分の党員の記録を分析した。同紙は安全保障上のリスクがあるとの専門家の指摘を伝えている。オーストラリアによると、米英豪のほか、ドイツ、スイス、インド、ニュージーランドなど、少なくとも10の総領事館が中国共産党員を政府関連専門職や経済顧問、幹部の助手として雇用していた。オーストラリア領事館は中国政府系の人材派遣会社を通じて職員を採用していたという。オーストラリア政府関係者は同紙に対し、領事館職員はビザ、関連情報や中国国内で活動する情報機関職員の身元情報などを入手でき、安全保障上の懸念があると述べた。民間企業での雇用も確認されたという。同紙は防衛事業を手掛けるアメリカ航空大手ボーイングや新型コロナウイルスのワクチンを開発するアメリカファイザー、イギリスアストラゼネカなどの名前を挙げた。オーストラリアンが入手した共産党員の記録は、中国国内の反体制派を通じて、9月に複数の国の議員で構成される対中政策に関する列国議員連盟に渡った後、4つの報道機関で構成する団体に提供された。中国共産党員は9000万人超とされる。今回のニュースの肝は何といっても、中国共産党が様々な形で自分たちの影響力を行使していることです。なぜならば、今回流出した名簿というものは159万人分、全体でして9000万人以上いると言われているわけですから、全体からすれば非常に少ない割合だと言えるでしょう。しかし、そのような非常に少ないはずの割合でも、上海にある世界各国の領事館などに職員として入り込んでいるというのですから、全体像としてはもっともっと事態は深刻だということです。中国国内だけではなく、中国国外、世界各国にある公的機関や民間企業に中国共産党員がその身分を隠して働き、そしてその中において情報を取るようなスパイ活動をする人もいるでしょうし、またスパイ活動ではなく、その組織における重要な地位を占めるところにまで上り詰めて中国寄りの働きをするといった形での中国共産党への貢献を果たしているかもしれないのです。そして今回のオーストラリアの報道においてはあくまでも上海の領事館やもしくは民間企業に中国共産党員が入っているということを報じているわけですが、じゃあこれらの人々がすぐに逮捕されるといったような報道をしているわけではありません。そこからはまさに捜査機関の仕事だからです。そのようにまだ逮捕されるわけではない、犯罪として成立しているわけではないにもかかわらず報道するのは、やはり何といっても現在の中国とオーストラリアの間で明確な衝突というものが起こっているからです。新型コロナウイルス問題があって、その時にオーストラリアは徹底的な調査を中国に求めました。しかし中国側は武漢ウイルスと言われることを拒否し、例えばイタリアの方で発症したんだといった説などを声高に訴えるようなことなどもしています。そのような態度の中国に対して徹底調査を求めるオーストラリアというのは彼らにとっては非常に目障りな存在で、それこそ貿易で報復というものも行っています。今回登場した対中政策に関する列国議員連盟というのは、そうしたオーストラリアが貿易で報復を受けていることに関して反対意見を表明し、クリスマスの時にはオーストラリア産ワインをみんなで飲んでオーストラリアを応援しようといった声明なども出しています。さて、このようにオーストラリアと中国との間における関係というものは非常に重要なわけですが、一方でこの記事を読んだ方々の中にはそのような話ではなく、じゃあ日本はどうなんだといった部分について気がかりでしょう。実際私もそこは非常に気がかりだったわけで、159万人分のそのリストがじゃあ日本に照合した時にどうなるのかといったことについて触れている記事は今のところ見つかっていません。日本にはプライバシーの問題もあって、いくら名簿を入手したからといってそもそも公的機関で誰が働いているかといったものは一般的
的に入手できるような情報ではありません。もちろん公的機関でそうですし、民間企業も同じようなものですから、中国共産党員の名簿がたとえ全て手に入ったとしても、それを日本の報道機関がじゃあ照合してどの機関にどの人数だけ入っているかというのを割り出すことはできないでしょう。しかし中国共産党員が国内にいるということ、それ自体は簡単に想像できるわけですから、一般の報道機関ができなければ当然のように公的機関が行うべきことです。しかし、ここにも一つ問題があって、日本には対スパイ法といったものが制定されてはいません。ですから、たとえ中国共産党員ですよという身分を隠して日本国内で活動していたとしても、そのこと自体を取り締まる法律というものはありません。また、たとえスパイ活動を行っていたとしても、そのスパイ行為に対する特化した刑法などもありません。これらは日本の大きな欠点だと言えるでしょう。対スパイ法を制定し、その対スパイ法に基づいてスパイを探し、そして見つけ出す、そういった情報機関も日本国内にしっかりと整備すべきでしょう。こういった話をすると日本国内においては根強い反対意見というものがあります。例えば、対スパイ法として制定されたものが、それこそ反政府活動を取り締まるために乱用されるのではないか。もしくは、そもそもスパイ活動として行ったもの、例えば不法侵入であったり、器物損壊であったり、窃盗、今ある法律で全て対応できるといった反対意見なども根強くあります。しかし、今ある法律だけで対応しようとしても、結果としては、スパイ活動はほとんど取り締まることができず、日本はスパイ天国と言われているのが現状です。対スパイ法の制定と、そして諜報機関の整備というものは、決して政治的な大きなテーマとなるわけではありませんが、このような日本を守るための政策というものを訴え続ける政治家というのは絶対必要だと私は思います。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。